こいつらを見てください。頭部が肥大化してドロドロになっています。実は彼ら元は普通の人たちなんですけれど、深淵に飲まれてこんなおかしな生命体に変えられていました。ちょっとエグいですよね。そんな深淵を食い止めようとしたのがこのお方、大王軍院の4騎士の英雄アルトリウスという神様。かっちょいい鎧に身を包み、このウーラシールの深淵を退治しようとした彼、残念ながら深淵に負けちゃいました。闇落ちっすね。見事に闇落ちして正気を失っています。でも彼、他の人とは少し違いました。なんと若干正気が残っていたんですよ。そう、深淵に侵されながらも未だ偉業を借り続けるという意志だけは捨てていませんでした。どうしてそんなことが可能だったんでしょうか。先に結論を言います。狼シフがアルトリウスを守っていました。というのもちょっといいですか。アルトリウスが正気を失いそうになるたびに、実はなぜか狼シフの遠吠えが聞こえてきます。聞こえましたか。そう、アルトリウスが深淵に飲まれながらも形を失わずにギリギリ正気を保っていたのは、彼が助けたシフがアルトリウスのことを覚えていたからなんです。結界の大盾、深淵に飲まれたグイーン王の騎士アルトリウスの用いた鋼の大盾。深く傷つき深淵に侵され始めた彼は、この盾を友たるシフを守る結界の糧とした。このアルトリウスの盾に守られたおかげでシフは窮地を免れたんですよ。これは前回の考察でも言いましたが、神が死ぬ時はその神の姿、名前が誰からも忘れられてしまった時なんです。誰からも覚えてもらえなくなった時、神は死にます。これってダクソの神様が精神的な生き物であるがゆえの宿命なんです。早い話、肉体を持たないミーム生物なんです。新陳代謝を持たないんです。その代わり誰からも忘れられたり、あるいは記録が改ざんされてしまった時に神様としての姿を失ってしまうんですよ。元の自分の姿を失うんです。神様は深淵に侵されたアルトリウスは別の存在になりかけていました。でも狼シフがアルトリウスを覚えている限り、ギリギリ彼は持ちこたえられていたんです。ある意味シフが半分アルトリウスのホストやっていたようなもんです。まあその副作用で彼の戦い方がちょいちょい狼シフに寄っていました。とはいえ一つ不思議なことがあるんです。アルトリウスの声には狼以外にもう2つ声が混じっていました。聞いてください。これがアルトリウスの断末魔です。はい、わかりましたか。最初の若い男の悲鳴、そのバックにかすかに狼の悲鳴、さらにその後に低い声が続きます。明らかにおかしいんですよね。3人の声がアルトリウスに混じっています。一つはアルトリウス本人のものでしょう。もう一つはシフのものでは、残る最後の謎の声、一番最後に聞こえた正体不明の男の声は一体誰のものだったんでしょうか。ようこそナルニーです。今回のテーマはズバリ深淵について。深淵と関わった神々がどういった末路をたどったのか、それを解説していきます。アルトリウスに取り付いた謎の声の正体に迫る前に、少し別角度から見ていきましょう。大王グイン、この人も実は深く闇と関わっていました。大王グインの経歴についてさらっとおさらい。一般的に知られている大王グイン像はこれ。太陽の光の王デーモンと敵対していた。世界の中心点である始まりの日を絶やさぬよう彼自身が薪となって世界を救った。でもダークソウル無印発売から8年ほど経って、つい最近いろんな可能性が浮上してきました。まず最初に神様は精神的存在でした。ミーム生物です。おとぎ話の登場人物のような存在でした。だから認識してくれる人がいなければ存在すらできません。ここまでは大丈夫ですね。わかりやすく言い換えると、集合意識が具現化したような存在が神様でした。日本人なら誰もが知っているトトロみたいな存在ですね。実在はしないけれど存在はしている。価値観や共通意識とも言い換えることはできます。そういうもんです。しかしロードランは時空が歪んでいたので、人と神様が干渉し合える特殊環境にありました。空想や幻が具現化しちゃうのがロードランなんです。2次元と3次元の壁がぶっ壊れてるんですよ。誰かの想像したトトロが隣で飯食ってるような世界ですよ。なんなら殴りかかってきます。世知辛いですね。さてそんな神様でしたが、本質的に肉体、質量、闇を持ちません。物体じゃないんです。故に生き物のように子作りができませんでした。肉体を持たないんだから性行為もできない。それなのに子作りをしたかった神様がいました。大王グインです。彼は己のソウルを静止代わりにしてイザリスの魔女と子作りをしました。しかし結果は悲惨なもの。大王グインはソウルと力を失い、イザリスは混沌のマグマに飲まれました。さらにデーモンと呼ばれる異形が生まれる始末、もう大惨事ですよ。グインはなんとか自分の力を取り戻すためにデーモン狩りを始めました。ある意味自分の息子を殺す王とも取れます。もともとデーモンはグインのソウルから生まれたもんですからね。だからせめて元通り回収しようとしました。しかし立ちはだかったのはイザリスの魔女。デーモンとはいえ魔女にとっては息子同然。平然と自分の子供であるデーモンを殺しまくる大王グインに非難を浴びせかけました。まあぶっちゃけデーモン視点だと彼らデーモン何も悪いことしませんからね。ただ生まれてきただけなのに父親である大王グインがソウル欲しさに自分たちを殺しにかかってくるっていうね。そりゃまあお母さんであるイザリスの魔女抗議しますよ。結果的に大王グインは裁かれてとんでもない判決を受けることになりました。空の刑、
名前の剥奪と記録の改ざんです。大王軍員はもともと嵐の神だったのに太陽の光の神とされて棺に追放されました。ある種の処刑ですね。さっきも言った通り、名前や記録を改ざんされた神は信仰心や思いの力を受けることができず滅びます。これが前回の解説の内容でした。ではここから大王軍員には正式な娘が一人だけいたようです。フィリアノール、大王軍員の愛娘。どうも大王軍員、この娘のために一貫して行動を起こしていたようです。直視の召喚機、大王は闇の魂を得た超人に最果てに閉ざされた和の都と愛しい愛娘を送ったという、いつか迎えをよこすと訳して和の都で夢を見続けるこの女の子ですね。フィリアノールは和の都で父の迎えを待ち続けていましたが、大王軍員は棺に追放されて元の形を失っています。当然迎えに行くことはできません。それでも大王軍員の残滓は長い輪廻転生の末にやっと主人公を通して娘を迎えに行くこと叶いました。そこで目にしたのはこの光景、父を待ち続けた娘の朽ち果てたその姿でした。ちょっと辛すぎますよね。お父さん待ち続けたフィリアノールも気の毒ですけれど、それ以上に軍員大王の悲しみが忍ばれます。世界の終わり際に贖罪の旅の末にようやく会えた娘が朽ち果てた姿だったんだから、とはいえ軍員大王にも多少なりとも救いはあったかと思われます。フィリアノールを迎えたか否かでエンディングのテーマが変化します。終わりない悲しみも絶望を迎えることで許されるのならば、それは一種の救いだったのかもしれません。でも不思議に思いませんか？さっき神々は子供を作れないと言ったばかりです。では大王軍にはなぜフィリアノールと呼ばれた娘がいたのでしょうか。この答えを知るのは古い人、太陽の光の神となる以前の軍員を知る者たちに隠されていました。ダクソの人は大きく分けて2種類います。今人と古い人。主人公らは今人に属しますが、マヌスや和の都の騎士たちは古い人に属します。では今人と古い人、明確に区別されたこの2つ、この2つを分かつ定義は何でしょう。答えはシンプル。改ざん前の世界の住民か否かです。さっきも言いましたけれど、世界の歴史って何度か改ざんされています。プレイヤーが目にするものは基本改ざん後の世界の形なんですよ。大王軍員は太陽の光の王だし、神は正義だし、ニトもニートみたいなね。これはリアル歴史でもよくあることですね。戦勝国が敗戦国の歴史を塗り替える。時の権力者がスキャンダルをもみ消したり、しょっちゅうニュースで見かける行為です。この辺はすごく分かりやすいことだと思います。僕らって植え付けられた先入観でしか物を見れないんですよね。それが火の時代の正体なんです。もう普遍的に共通してる当たり前の常識みたいなね。だからダクソ的に言えば歴史の改ざんを行うことイコール世界の作り直しに等しいわけです。認識を変える、一つの歴史を消すってそれぐらいやばいことなんですよ。じゃあ改ざんされてしまった事実はどこに行くんでしょう。この世界から完全に消え去ってしまうんでしょうか。確かに火の時代からは消え去ります。でも精神世界からは消え去っても物質的に起こった事実だけは残り続けますよね。何らかの形で。そう、物質は不滅だし出来事も不滅なんです。そういった隠蔽された事実がどこに行くかというと、ここ和の都でした。和の都の亡者。あんたも人ならきっとわかるようになる。めちゃくちゃにしたいんだよこの神道のクソダメをさ。なんとなく深淵の正体がつかめてきたかと思います。さていいですか。冒頭にアルトリウスが深淵の闇に飲まれたと言いましたよね。じゃあ火があるのにもかかわらず照らすことのできない深淵があるとすれば、それは何だったんでしょう。火と闇、以前話しましたけれど、この2つはデカルトの実体二元論を表しています。精神と物質。精神があるからこそ物質世界は認識できる。では精神があるのにもかかわらず認識できない事実、深淵の正体は何だったんでしょうか。はい、嘘です。現状の価値観にそぐわない事実のことです。隠蔽したはずの事実なんです。これ例えるならば、中国のネットで天安門事件と調べても絶対出てこないとか、そういうことと同じ事例なんですよ。神々の作った価値観にそぐわない事実、これが深淵の正体でした。めっちゃわかりやすいですね。これなんですよ深淵って。つまり広がり続けていた深淵の正体って暴かれかけた神々の嘘でした。ドロドロの事実と神々の綺麗な物語があまりに乖離していたせいで、真実を隠し通せなくなっていたんです。火の時代の終わりイコール価値観の崩壊です。始まりの火が消えようが消えまいが深淵には関係ないんですよ。だって事実が明るみに出れば嘘はバレますよね。物語はどれだけ着飾っても真実には勝てないんです。どれだけアイドルがうんこしないって言おうが屁こいたら嘘はバレますよね。そのもんです。深淵の正体これでした。神々の嘘そのものです。つまりウーラシールの人たちは遺跡を発掘して、そんな神様の嘘を見つけてしまったんですよ。やばいっすね。逆に言えばウーラシールの地下には火の時代を壊し得るとんでもない真実が眠っていたことになります。ちょっと気になりますね。地下に眠っていたのは一体どんな真実だったんでしょうか。ちょっと紐解いていきましょう。まず最初、ここ大王グイーンの霊廟に書かれたレリーフ。どうやらこれがグイーン王家の紋章のようです。これと同じものがさ、ウーラシールの死骸にも描かれてるんですよね。ほぼ確実にウーラシールとグイーン王家にはつながりがあると言っていいでしょう。だからこそ深淵の封印に彼の部下であるアルトリウスが派遣されたんですよ。こんな流れが見えてきます。ではここから、この先に続いていたのはウーラシールの牢獄、深淵の穴へとつながる入り口でした。
ここに至って耳を澄ませば闇の底から恐ろしいうめき声が聞こえてきます。さらにそこからは人間性が湧き出ていました。ただ事じゃないっす。一体この場所で何があったんか。冒頭で言った通りアルトリウスは深淵に飲まれていました。つまりこれ深淵に葬り去られていたのは大王グイーンの嘘だったんじゃないんでしょうか。アルトリウスはそんな上司の嘘を知ってしまい深淵に侵された。こんな筋書きが見えてきます。グイーンという神の嘘。そんなグイーンに連なる英雄アルトリウスだからこそ真実を知って自己矛盾を起こしてしまった。だってグイーンの嘘イコール自分自身のアイデンティティの崩壊なんだから。これを裏付けるような人がいます。同じくグイーン王の4騎士鷹の目の巨人号。彼は目を塞がれた上で塔の上に幽閉されていました。号の兜。グイーン王の4騎士の一人鷹の目号の兜。騎士諸君により授かった名誉の品。彼をただの巨人に貶めんとする者により名高い鷹の目に用意されたはずの覗きは樹脂により全て隙間なく潰されている。おそらく巨人号はグイーンの真実を知りそれで塔の上に幽閉されることになったんだと思います。というのも号には不穏な背景を匂わせるセリフがあるんですよね。なんだ私の話か。そんなもの面白いことは何もない。ウサギがいなければ良い猟犬も不要なものだ。見られぬだけ幸運というものさね。わかりますか。見られぬだけ幸運と言っています。つまり彼は暗に自分が処刑されてもおかしくない境遇に身を置いてるよってことを言ってるんですよ。じゃなきゃこんなセリフ飛び出してきませんって。ちなみに巨人であることが罪であるわけじゃないです。それ言ったらオールロンドにいる巨人全否定になりますからね。とはいえゴーの他のセリフからはグイーン王家に対する忠誠心を未だ失っていないように思われます。そんな彼が目を塞がれ幽閉され処刑されてもおかしくない環境に甘んじて身を置く罪があるとしたらそんなもん一つしか可能性ないじゃないですか。知ってはいけないことを知ってしまった。多分この一言に尽きるかと思います。はい、やっと冒頭部分に繋がってきました。アルトリウスを支配した第3の声マヌスに取り付いた深淵の主のその正体。結論を言います。それは消されてしまった隠されたグイーン王の真実でした。神としてのグイーンの在り方を全否定するに至るえげつない証拠というか世界そのものを否定するような内容でした。深淵の体験。深淵に飲まれたグイーン王の騎士アルトリウスのソウルから生まれた体験。この剣は最後まで主と共にあり故に闇に逃れ使用者の人間性によってその威力を増す深淵の武器となり果てている。人間性によって威力を増すのが深淵の武器の特徴ですね。そう、すでにアルトリウスは闇落ちしていたようです。その主大王の真実とともに。これを見てください。グイーン大王の雷の槍の奇跡です。でもこのアイコンなぜか闇魔法である共鳴するソウルとも一致します。不思議っすよね。太陽の光の神たる大王グイーンの雷とこんな闇の奥底で手に入る魔術に何のつながりがあるんでしょうか。これ先に結論を言うとね、大王グイーンその元ネタの人闇落ちしてました。それも深淵の奥深くに。グイーン伝説の元ネタの部分古い人としてのグイーン彼むしろ神々に消された側なんよね。今回は尺が足りないんでグイーン大王が具体的に何を隠していたかこの謎は次回詳しくやります。代わりに大王グイーンが闇と深い関わりがあった証拠を今から挙げていきます。ちょっと視点を変えましょう。深淵といえば真っ先に出てくるのがタイトルにもなっているダークソウル。そのダークソウルが隠されていたのは和の都フィリアノールの眠りのその先でした。そう、なぜかグイーンの娘とダークソウルには深い関係がありました。これまた謎な話ですよね。グイーンの娘の眠る和の都は深淵に限りなく近い環境に置かれていました。和の都はほぼ要塞です。ダークソウルを求めてやってくる人間を退治するために徹底的な防衛線が引かれていました。ですけれどこの和の都の所在地には不可思議な点があるんですよ。無印の拠点としていた祭祀場、ここが3にも再び出てきます。デーモン王子との戦闘フィールドですね。3では荒れ果てていましたけれど間違いなくここは無印の棺の祭祀場でした。でこの先に進むとなんと和の都へ続く岸壁に出るんですよ。いやいやここどこやねん、無印にこんなところなかったやないかってね。まあね、時空間歪みまくっています。ではこの和の都どこに隠されていたんでしょうか。テキスト上では最果てに閉ざされた場所とあります。めっちゃ抽象的で何とも言い難い感じですよね。とはいえヒントだけはしっかりやりました。まず最初の手がかりがこれ、うつろの鎧。古く王命により和の都を訪れた騎士団の鎧。闇の魂を求めた彼らはだがいっぱい血に濡れ巨人奉還の契約の一部になったという。やがて不義の騎士団は暗い伝承となりアルゴーレムのモチーフとなった。うつろ騎士巨人奉還の召喚する霊体ですね。彼らはダークソウルを求めて和の都にやってきたものの無残に殺されてしまったようです。でも彼らの幻だけは永遠に告知され続けていました。このうつろの騎士たち今は哀れな傭兵役を演じてますけれど元をたどればまさかのダークソウル2にたどり着くんですよ。やっと出てきたダクソ2。ダクソ2って今まであんまり解説できてなかったんですけれど歴史細かいです。めっちゃ細かいです。まずは忘却の牢に出てくるうつろ騎士三人衆から。うつろの鎧、老子の被造物であるうつろなる者の鎧。実体はすでになく魂は武具そのものに宿っていた。はい、忘却の牢の主が作ったゴーレムですね。3のテキストによればこのゴーレムの元ネタ不義の騎士団がいたようです。この忘却の牢イザリスの魔女の影響を強く受けています。忘れられた罪人が古き魔女のソウルを落とすことからも明らかです。その忘却の牢の歴史を語る者がこの人、オラフィスのストレイド。
この地にはかの国以前にも多くの国が存在しておったらしい。国は栄え、しかしいずれ衰えていく。しかし消えかけた日はやがて蘇るのよ。そして再び国が栄える。その姿を変えながら、どうやら忘却の牢以前にも国があったようです。じゃあそのウスロゴーレムの元ネタってその土地から伝わったと考えるのが自然ではないでしょうか。それがどこかというと、いでついたエスロイエス、ダウンロードコンテンツに登場した古い世界線の話ですね。ここエスロイエスも忘却の牢と同じくイザリスの影響を強く受けた土地でした。建築物を見れば一発まんまイザリスの混沌なんですよ。ここ時系列としてはエスロイエスから忘却の牢へとつながりました。ではエスロイエスの騎士たちを見ていきましょう。はい、ご覧の通りうつろのゴーレムとデザインが被っています。さらに言えば土地にまつわるものがイザリスのソウルという点も一致しています。つまりこのロイエス騎士、うつろゴーレムのモチーフとなった騎士団でした。それを語るはこの人、沈黙の巫女アルシュナのセリフ。白王はエスロイエスを作り上げ混沌の力を封じ込めたのです。しかしそれは自らのソウルを混沌に捧げ続けることに他なりませんでした。王はやがて力を失い、そしてその間際に混沌の中に身を投じたのです。エスロイエスは王を失い、以来この姿のままロイエスの騎士たちの幾人かは王の後を追い混沌へ向かいました。はい、要はエスロイエスの王様はイザリスの混沌を鎮めるためにソウルを捧げていたけれど、結局はソウルが枯渇して混沌の炎の中に飛び込んじゃったようです。悲劇ですね。でもそれと同時に謎も残ります。王様どうしてイザリスの混沌に身を投じたんでしょうか。彼が犠牲になったからといって別にイザリスの混沌の炎が消えるわけでもありません。そしてもう一つ、うつろ騎士のモデルになったロイエスの騎士たち、彼らは最終的に和の都へと向かったそうです。3のうつろの鎧のテキストにはそう書いてあります。でもおかしくないです。アルシュナの話ならば白の王はイザリスの混沌に身を投じたはずなんです。なのに3のテキストでは彼らは和の都に向かったことになっていました。これ一体どういうことなんでしょう。混沌に飛び込んだロイエス騎士たちが和の都にたどり着いた。混沌の炎と闇の魂にどんな関係があったんでしょうか。ちょっと思い出してください。フシたちがかがり火に故郷を感じることを、和の都には暗い魂が隠されいろんな人を引き寄せていたこと、そして混沌の炎が溶岩、つまり物質と火の化合物だったということを。さあ最後のピースが揃いました。ロイエスの騎士が混沌に飛び込み和の都へとたどり着いたその理由、そう和の都、ひいてはダークソウルって最初からイザリスの混沌の中にあったんじゃないんでしょうか。つまり混沌に飛び込むことイコール和の都を目指すことでした。ダークソウルってなんと溶岩の中にあったんです。だから白王は混沌に飛び込むことによって和の都へとたどり着いたんです。和の都という深淵、それに火を追加して混沌の苗床が出来上がりました。それを証明するのがこれ、クラーグの魔剣。混沌のデーモンと化したイザリスの魔女、クラーグのソウルから生まれた極剣。クラーグの下半身がそうだったように硬い外角と針を持ち混沌を帯びており、使用者の人間性によりその威力を増す。はい、混沌武器は人間性によって威力が上がるそうです。そういえばさっきも似たような武器見かけましたよね。人間性によって威力の上がる武器。はい、勘のいい人は気づいたかと思います。深淵の体験、この剣は最後まで主と共にあり故に闇に飲まれ、使用者の人間性によってその威力を増す深淵の武器となり果てている。深淵の武器も同じように人間性によって威力が上がるんですよ。これどういうことなんでしょう。どうして深淵と混沌が同じ性質を持っていたんでしょうか。はい、ぶっちゃけ混沌と深淵は同じものでした。本質的に同じものなんです。違いがあるとすればたった一つ、火の封がされているか否かでした。嘘を隠すために嘘を重ねたか否かでした。嘘のほころびが深淵だとすればその嘘をさらに隠すために火の封がなされていました。これがダークソウルの世界が歪みまくっていた原因でした。嘘を隠すために嘘をつき続けたんだからそれはおかしくなりますよ。火の封すなわちそれは嘘の隠蔽、カバーストーリーを意味しました。結論を言います。イザリスの地球と和の都は一体化していました。グインがイザリスに注ぎ込んだ王のソウルこそ和の都の正体だったんですよ。そんな深淵のソウルを一体グインはどういった経緯で見出したんでしょう。はい、もうウーラシールしかないですよね。王家にまつわるウーラシール、その地下で眠る人間性の化け物、もう言い逃れできないレベルでグイン真っ黒なんですよ。グイン、いやグインだったもの何かしらやらかしてます。それが何かは次回解説しますけれど、これだけは覚えておいてください。グインマジで娘への愛のために破滅しました。前回も言った通りグインの行動指針は全て娘への愛に収束するんです。なんとかして娘を取り戻したい、そんな純粋な思いでした。そういえばウーラシールには不思議な女性がいましたよね。ウーラシールの宵闇、由緒不明のどこかの王族の姫君様。彼女のいた時代のウーラシールはなぜか滅んでおり、彼女はずっと一人ぼっちでした。そんな王女を襲ったのは深淵の魔物マヌス。突然現れた深淵の化け物、主人公はマヌスを討伐して再びウーラシールの宵闇を助けることになるんですけれど、その後彼女は不思議なセリフを言います。ウーラシールの宵闇、以前深淵の化け物にさらわれた話をいたしましたが、一つだけ覚えている感情があるんです。強く懐かしむ感情、戻らない幸福とその思い出の品、それを求める思い。あれはもしかしたら深淵の化け物のものでしょうか。あのような感情を抱くものを化け物と呼んで良いのでしょうか。ああ、おかしな話をしてすみません。でも私はわからないのです。誰も優しいエリザベスも教えてはくれないのですから。深淵のマヌス。
一人ぼっちだったウーラシールの姫君をなぜか悲しみを抱きながら抱きしめていたようです。おそらくウーラシールの姫君を愛していた誰かさんだったことは伺えます。存在も目的も謎に包まれたマヌスでしたけれど、そういや似たような神様いましたよね。娘フィリアノールのために命を投げ打ったグイン、結局娘を抱きしめるよりも先に世界の終わりを迎えた悲劇の父親マヌスとグイン、古い人と太陽の光の神。もし愛を業と表現するならば、マヌスとグインの背負ったものにおかしな共通点が見えてきます。失った娘への思い、そして王たちの化身のゆるべとなった謎のペンダント、対してマヌスの求めた割れたペンダント、分解されバラバラになった神話のパーツがお互い補完し合ってるような、そんな奇妙な一致を見せます。少なくとも今言えることは一つ、グイン大王確実に何かまずい事実を深淵に隠していました。アルトリウスも闇落ちするレベルのタブーです。さあぐるっと巡ってやっと戻ってきました。アルトリウスとシフの物語。深淵の先でアルトリウスが見たものは神々のタブーでした。火の風のなされていない生の真実です。少なくともそれはアルトリウスの存在自身を否定する、そんな事実でした。もし本物のグインに忠誠を誓うのであれば、アルトリウスも共に深淵に落ちるべきだったのかもしれません。いや実際のところは闇に落ちていたと思います。だってヨルベを失ってしまったんだから。しかしそんなアルトリウスをかつての姿につなぎ止めることになったヨルベはアルトリウス自身が助けた狼シフでした。多分獣である狼シフにとって神々の真実などクソほどどうでもよかったんでしょうね。そんなことよりも重要だったのは自分を助けてくれたアルトリウスの方でした。ヨルベを失ったアルトリウスの最後のヨルベになったのは彼が助けたシフだったんです。シフだけが英雄アルトリウスという存在を肯定していたんです。だからアルトリウスはギリギリ正気を保っていられたんです。ラテン語の翻訳がないので裏っ側までは分かりませんけれど、大体そんなところだと思います。多分シフは否定したんだと思います。自分の恩人が変わっていくことを。それが仮に必然の流れであれ、シフは理解しませんでした。彼にとってはアルトリウスは英雄だったんです。深淵も神々の陰謀も世界の行く末も知ったこっちゃないんです。だって彼は狼だったんだから。小難しい話はどうでもよかったんです。そんなことより大切だったのはただアルトリウスのことだけだったんです。だからこそシフは主人公と一緒に深淵の源マヌス討伐に協力してくれました。アルトリウスの体験、深淵歩きの騎士アルトリウスの墓守、灰色の大老シフのソウルから生まれた体験。アルトリウスはダークレースの狩り人であり、その剣もまた闇の眷属に大きな威力を発揮する先ほどの深淵の体験の別バージョンです。これがシフがアルトリウスに見出した英雄像でした。さてそんなシフの純情さを神々は利用しました。彼は深淵の墓守にされたんです。後のファランの騎士につながる組織の始まりです。深淵狩り、それはつまり神々にとって都合の悪い真実を葬り去る役職と言えます。まさに深淵に染まらない、それを理解しないシフ以上に適任者はいませんでした。だってシフにとって深淵は仇であり、それ以上の意味はなかったんだから。彼にとって受け継ぐべきものは深淵の節で命がけで守ってくれたアルトリウスのその後ろ姿だけでした。これがシフとアルトリウスの物語でした。切ないですね。とはいえ気になりますよね。深淵の正体、そこに眠っていた神々の嘘、ウーラシールと和の都、迎えを待ち続けたフィリアノールと生き残った一人の王女、そして裏切り者の賢者、ガチの英雄白龍シース。というわけで次回ウーラシールの宵闇、次回は1週間後にあげます。このチャンネルではこんな感じに定期的に面白い考察動画を上げています。よければチャンネル登録よろしく。あとシフを見て中堅8個を思い出した人は高評価よろしく。以上ナンニーでした。じゃあね。